今回はリーク、30セカンドはダブルセンター、5期は副陣4人、与田は3列目に対するオタたちの反応をまとめてみました。それでは、どうぞ。選抜発表はもう終わってる。ダブルセンター、5期ではない。5期は選抜4人で副陣。与田は3列目。本文のとこ、誰かの書き込みをコピペしてすれ立てとはなかなかひどい。あと、与田以外の具体的な名前も出てこないのにリークと言われてもな。最近の選抜シミュレータ見てみたけど、ぴったり合致するのはこれだけだったな。これらは惜しいけど、5期や与田の位置が一致と違う。ところで、一致は嘘のリークだとして、本当のリークをする人は何目的なの？ついでもバカはこのスレ信じてんのな。リーク、ごちゃん。嘘くせえ。久保下書き作どっち？なんでまずデマと思わないのか。なぜ3期と4期のダブルセンターとは思わないの？柿山もありえなくない。与田ちゃん処分された？まさかの直魔王。ワイト系のダブルセンターは虚言リークの象徴。ちょっと前に井上菅原伊沖中西といったやつがいたけどそいつか？ごちゃんの書き込みがソース？選抜予想スレに貼られたんだからおかしくない。じゃあ俺も選抜予想スレに書き込んだらリークになるのか。嘘くせえ。マリーンスキーって死んだ？ツイッターやめた。そういうデータとかあるんですかね？ダッチョ2列目だったらちょっとは信じた。それなアスカちゃんが卒業して乃木坂一番人気の与田ちゃんの3列目はないわ。アンダーで干された姫たんに人気で負けてた松村が3列目だぞ。路中写真も撮られてない恋愛関係を否定した与田ちゃんが3列目はおかしいわ。林と久保ちゃんのダブルセンターでバリバリの歌唱曲。筆記選抜入りおめ。どうせリークするならもっと詳細に。信じるやつ。なぎさつ直魔王ですね。おい、下手に名前書くなよ。そういうのに対抗かなんか知らんが、また川崎連呼するやつが現れるだろ。これは確かなソース。久保下の二人は30セカンド制作期間中ドラマの撮影で忙しそうな気もする。このスレはガセ予想が大好きな乃木リンクがまとめます。与田はねえだろ。山下かきか山下久保のどちらかやん。穴で山下遠藤もあるか。与田は体調不良で一つのシングルを休んでもおかしくない。仕事のために髪染めたって楽しそうにアピールしてるのに。楽しそうにアピールって、文春の件で続報は出ないという自信の表れかもな。続けるって決めた以上うじうじするわけない。活動するのにいつまでも後ろめたくじめじめした顔して笑うなよってのがおかしい。与田3列目だけは絶対にない。むしろ運営も与田ちゃんも聞いてないアピールしそうだよな。そうじゃなきゃ矛盾するし乃木坂の歴史上謝ってないものにペナルティはない。久保と柿なら面白いボーカルが組める。これからの乃木坂見せるなら山下遠藤一択な気がするんだが。この一致あれか、与田オタに負けてそれ以降叩いてるやつか。オタク、菅原が、シロウが、僕、テレパン。オタク、伊沖が、一ノ瀬が、僕、まずテレパン。バスラの予告見た？池田は奥田岡本中西と同様ソロカットなかったよね。富里でもあったのにその程度の評価。ソロカットあったなかったで一喜一憂しちゃって一ノ瀬オタさんも大変だね。池田の人気上がってきたの最近だし。渚作時代の開始。井上遠藤ってエピソードあっても実際バランスクソ悪いだろ。まだ気づいていないのか、もうペアで売り込むつもりだぞ。岩本筒井という大博打はないか？いつも同じセンターばかりで飽きてきた。ダブルセンター、5期ではないというのはリアル。もしかして5期生のお披露目センターは中西あるので終わったということなのか。ということはこれから5期生がセンターを取る物語が始まっていくということだな。テレパン単独センターでいいよ。他の5期生はいらない。これはさすがに池田アンチ。井上遠藤川崎の3点セット売りをする可能性はありますか？微塵もありません。どこから川崎が出てきた？
真夏の卒業発表前に一つでも真夏抜きフォーメーションを書いてる30セカンドリークがあれば信憑性あったのに、ものの見事に全部が全部当たり前のように真夏が入ってたからやっぱりデマしかないよね。まずこれがあり得るか考察した方がいいんじゃね？ 1、ダブルセンターが山下久保、まあ予想できる線。2、5期副陣4人、井上菅原フロント、ここ1年の流れ的に妥当、伊沖と美里、梅沢を挟んでタワー形成？狙いはわかる。3、与田3列目、懲罰丸出しだけど、ありえなくもない？与田を岩本つついで挟むのはあり。こんなしょもないが攻めたで60レスとかここ釣り堀やんか。もう井上中西一の据え置きでいいよね。これなら菅原川崎池田太田同士で仲良くなれるよ。与田はフロントキープだろう。下げたら与田太田から集金できなくなるし運営が決めた何もなかった設定と矛盾することになる。2列目でも真ん中あたりだろうし懲罰にはならないな。今回5期フロント入るなら間違いなく2列目だぞ。2列目落とすのもないと思うよ。白西の再来をしたいんだとしても久保風は。だけど現状これが2トップなわけで。問題は生駒ちゃんが誰になるのかよだか。久保下が現状2トップ？何の指標で？ 2 列目が全員5期生ということか。裏センター梅沢の後ろに3列目センター与田だと、隠れるなんてもんじゃないな。ほとんど見えなくなる。テレパンは5期3番人気だから選抜入るっしょ。てかさすがにこの時期のリーク信用できない。与田は5期生が入ってくる関係で2列目になるんだろうけどうまく調整できればフロントに残ることも可能なんじゃないか。ないない。与田を下げたら案に認めたことになるから絶対にできないだろ。不倫は否定してその他は与田ちゃん本人が認めてるやん。まあでも与田や遠藤はスキャンダル関係なく2列目に下がるんじゃないかなとは思ってた。3列目だとだっちょ見えなそう。でも運営も与田も例の件は不倫じゃないってことで逃げ切りたいんだろ？そしたら悪くても2列目センターじゃね？不倫は否定した上で、それでも不用心な行動をとったことに対するペナルティはあるでしょ。何の戒めもないと他のメンバーの士気も下がるだろうし。それもそうか。夏季遠藤井上山下与田でいいと思うけどね。5期加入前は飛鳥から遠藤にエースを移したかったんだろうけど遠藤があまりにもメンタル不安ありすぎて任せられないんだろうな。これ一番ないパターンやね。作なぎだな。なぎちゃんセンター待望論多いね。個別卒業した人はもう卒業シングルまでないだろうし。となると遠藤か夏季か井上かということになる。アスカは小悪免除ライン超えてたはずなのにシングアウトの途中から打ってたから抜け道はある。恋愛関係はないんだから恋愛に関しての懲罰はないでしょ。あるなら、プロ意識皆無な行動したことに関しての懲罰これは与田本人も謝罪してるからね。アスカちゃん卒業で様子見だったけど与田がそのままなら自分も卒業やね。最近リーク嘘くせいって流し見してたら2作連続でリーク通り来ちゃってるんだよな。そん時はどっちも画像ありだったから今回のこのリークはまだ信憑性薄いけど、でも 100% 嘘とも言い切れないのがなんかムカつくんよな。過去2作は1週間前にズーが載せるだけでそれ以外全部デマやんけ。アクチュアリー的に考えれば、与田のフロント解除はスキャンダルがなくても当たり前な状態だよね。3列目は別として。バスラ個別グッズ未だに何回か在庫復活してたりするから見てるけど在庫復活してるの与田ちゃん率が高い。以前は暗号めいたヒント出してたやついたよないつの間にかなくなってたけど。飛ばされたのか？そういう時代を知らないにわかにせばれが出てくるようになったか。川崎の選抜落ちはブログのタイトルで確定した。大丈夫だよ。アスカの卒業も真夏の卒業も具体的なリークなかった。アスカの卒コンすら情報なし。与田のスキャンダルもリークなし。なのに毎回選抜のリークだけはしっかりあるんだね。もうどういうやつが書き込んでるかアホでもわかるやろ。それ。当たった時だけ大騒ぎする。外れるとスルー。これは真夏いるし、いつ復帰するか見通しの立たない架け橋がいるし、ガセで確定してる。俺もガセって意味で貼った。
未来予想図もがっつり当てるときはシングル発売が告知されて来週選抜発表って時にしれっと出してくるやつがほとんど当たってて今の時期に出してるのはほとんど外れてる。あるのは紹介 PV 動画が出されるより先に名前ごとリークされてたから結構早かったよな。なんで、かき混ぜ議論するの？セミプロカメラマン順は素人のあるのしかリークできないだろ。MV こけた川崎がセンターはありえないね。それなら菅原を使う。5期はまた除外だったら面白いのに。あと与田の3列目もあれば見てみたい。今回は売り上げ下がるから山下久保あたりに処理役をしてもらえそうだな。というか32で下がったら33で上がる見込みもないよね。ミーグリの部数的には久保免除後はしばらく免除面はいないだろうけど、5期はすでに30部で上限に達してるしな。全国イベント考えるとバスラとかバスラ円盤とか卒コンの出費ある30セカンドより全ツだけの30サードの方が売り上げ良くなる可能性はあると思う。あんま関係ないかな。ライブとか円盤のリリースと被ったからシングルの売り上げ落ちたとか過去にほとんど例がないし。最近カッキーは大和絡みの多い5期が副陣4人ってこと？ 5期4人入る場合は井上川崎菅原はほぼ確定であとの1人は一ノ瀬中西沖のどれか。なるほど人気の渚組、運営推しのさつきちゃんね。4人目はテレパンもありそうな気はする。パンミクイオちゃんの人気勢か運営のあるのちゃんか。人気はナギとその他なんだわ。そもそも5期生ってレベル低いよね。小川彩ちゃんぐらいしか副陣にふさわしいレベルがいない。やっぱり乃木坂の全盛期からオーディションレベルも下がるんだな。1期生を除くとやっぱり3期生がレベルが高かった。あーやはなぜか人気が下から数えた方が早い。選抜発表はもう終わってる。まずこの兆候がすでにあった。メッセが病んだ感じになってたメンバーいる？ 1月8日のミーグリ終了後に発表あってるよ。文字通り完全に新生乃木坂になるからな。結成以来最大の変革的な。与田3列目って運営が敗北を認めたことになるけどいいんか？選抜発表されてるのは誰でも予想できた。乃木坂を変えるなら山下遠藤柿も3列目に下げてフロントを刷新するくらいのことをしなきゃならんな。それをやるなら小川彩ちゃんセンターで与田ちゃんと山下さんで挟んだ方がいいだろ。メンバーが小川彩ちゃんを育ててくださいと宣言してな。小川彩ちゃんセンターならあるののような拒否反応はないよ。小川の両サイドを3期4期の最年少、つまり岩本と筒井で挟むというのも、なんとなくやりそう。選抜発表後は林のメッセ止まるからすぐわかる。もう発表あったんなら真夏と神社を行ったあの2人がセンターじゃないの？5期ではないって書いてるよ。それよりこの手のダブルセンターリークで当たった試しあるか？いや別に一致を信用してるわけじゃない。ただ単にすでに発表があった場合の話。与田聖宮柴田弓木林はアンダー。聖宮は名前すら出なくなってきたな。なんか選抜発表あったっぽくていろんなコスレ見たけどモバメメッセ絡みの意見を総合すると、鈴木山下与田久保梅沢岩本、柿遠藤田村早川筒井神奈川弓木林、5期、2人から4人。この16人から18人の選抜っぽいね。柴田落ちたのか？そういえば20歳式でも意味深なこと言ってたな。柴田は選抜発表後のブログで今年は楽しみですって書いてたので選抜落ち確定。そもそも聖宮だけアンダーに生かすことはしない。今週の乃木中で新曲発売告知があったら信じるわ。そもそも31枚目のミーグリまだ終わってないけど。与田ちゃん3列目か疑惑は真っ向否定したけど軽率な行動については認めて謝罪してたし仕方ないか。川崎選手のブログねこの話の下りから今回は選抜から外れたようにも思える。リークという名の予想。以上、リーク、30セカンドはダブルセンター、5期は副陣4人、与田は3列目に対するオタたちの反応でした。与田ちゃん3列目はない気がするけどな。2列目はありそうだけど。よければコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。